しじゃ、不気味度を魅力じゃ。It is 5 years after the establishment of the World Federation. Yet メ strife ガ and ドライブ civil war ス are ーパー still on the rise. 32X 専用タイトルとして発売されたメタルヘッド。セガサターンと同時期に発売されたスーパー To32X とmaintain public かなり order, マイナーな a ハード powered 専用のオリ bipedal ジナル armed タイトル robot であり、 or 移 metalhead 植な was どもされ created ていないため、ほとん by ど the 知られていな International いタイトル Special じゃ。 Armed Forces, part of the Federation Police. しかし、後のアーマードコアやバングリフォン、ガンダムガイデンなどに先立てて Metalhead quickly3D アク proved ションロ its ボットゲー efficiency ムのあり方を示した良作だと思うのじゃよ。 of the countries of the Federation. 現代の世界情勢の延長線上にリアルな兵器としてロボットを運用する部隊の活 A 躍を描いた revolution ハー led ドな by 雰囲気も terrorists よ。 broke out. With several fully 何 armed しろ mechs, 全く女性 the キャラが terrorists 登 soon 場せず、 overtook an おっさ entire んしか出 country. てこないと一方はぶりじゃ。Metalhead troopers, 今 the 回は terrorists are そん all な yours. メタルヘッドの隠し要素を紹介するのじゃ。まずはみんな大好きオプションメニューじゃ。話はそれるが、サウンドテストを選ぶと曲に合わせてレベルメーターやピアノの鍵盤が表示されるのが良いな。隠しコマンドでテンポの変更やチャンネルごとのオンオフもできる。瀬能エジェンシーや中川照彦氏など、後にソニックシリーズやナイツで活躍する方々のサウンドに対するこだわりが感じられるのじゃ。さて、本題に入るのじゃ。メニューの一番下に、やチームというのがある。ここで登場するキャラクターのイラストを変更することができる。通常はピクチャーだが、フォトにすると実写のイラストになるのじゃ。ちなみに、海外版ではフォトが標準になっているらしい。選べるのはこの2種類なのじゃが、コントローラの A、B、C、スタートを押しっぱなしで電源を入れることで、新たな選択肢、アニメが追加される。いわゆる隠しコマンドじゃな。今回はこれを使用した場合の違いを比較していくという企画じゃ。通常のピクチャーとフォトの画面も表示するのじゃよ。なので今回はわしも邪魔にならないよう小さめなサイズじゃ。Good luck. Stage 1. Mission 1. なんと司令官がアニメっぽい女の子になるのじゃ。しかも音はセリフが全く変わらないのに対してわざわざ女性らしい言い回しに変更されている。主人公の名前もレインからフェリサという女性っぽい名前になっているので、これは主人公も女性になっている設定じゃな。爆撃機のパイロットもしっかり別のグラフィックになっているのじゃ。ちなみにピクチャーと音はセリフは英語の音声が流れるが、アニメは音声は無音となる。さすがに日本語音声を女性声優の声で入れるところまではできなかったようじゃ。もしそこまでやっていたら隠しモードにしておくのはもったいないな。そしてステージクリア後の武器購入画面も主
しっかりアニメ調のグラフィックとセリフに変更されている。 Hammer knuckle. Chain gun. 音の方は Chain gun. ピクチャーのキャラのうさんくささというかマッドサイエンティストさがなくて普通にベテラン整備士という感じじゃな。 Hammer knuckle. Grenade cannon. Hammer knuckle. Hammer knuckle. しかし男ばかりの硬派なメタルヘッドの世界観だ。グラフィックをちょっと変えるだけで女性キャラだらけのギャルゲーみたいになってしまうのが面白いのじゃ。 Extra speed. 開発スケジュールもギリギリだっただろうに、こういうところに余計な労力をかけるあたりがせがらしくてわしは好きなんじゃよ。 Missile extra armor. Missile launcher. Stage 2. Mission 1. Stage 2. Mission 2. Stage 2. Mission 3. Stage 3. Mission 1. しかしおっさんの顔だとあまり気にならなかったのじゃが、改めて女性キャラの顔とセリフで言われるとすごく無茶な命令をされていることに気づくのじゃよ。だいたいいつも作戦が大雑把かつ強引すぎるのじゃ。 Stage 3. Mission 2. ここは音の時は暗視カメラが壊れる前に倒してしまったのじゃよ。 Stage 4. Mission セリフ 1. はピクチャーと同じなのでご容赦願いたい。何しろこの動画のために3回も通しでクリアして全部タイミングを合わせて編集しているので、実は今回いつもの動画より手間がかかっているのじゃ。 Stage 4. 内容自体はすごくくだらないのじゃが、ここはこんなくだらないネタをわざわざ仕込んでくれた開発スタッフの心意気に少しでも応えるのが粋というものだと思うのじゃよ。あくまでグラフィックとセリフが変わるだけでゲームの内容やストーリーは全く変わらないのであしからずじゃ。 Stage 5. Mission 1. Stage 5. Mission 2. Stage 5. Mission 3.
Mission 1. Stage 6. Mission 2. Stage 6. そして最後の登場キャラ、テロリストのリーダーじゃ。セリフは全く同じじゃが、それが逆にハマーン様のような凛々しさを醸し出しているな。逆にベーハーオートバンはなんか小物っぽく見えてしまうのが面白いな。やはりもうハマーン様にしか見えなくなってきたのじゃ。シーベイは榊原涼子さんといく感じじゃな。というわけで、おまけ企画も無事にエンディングじゃ。ちなみに、わしの一番のお気に入りは、武器購入画面の女の子じゃ。ミリタリー路線で硬派な世界観がありのゲームに、わざわざ開発の貴重なリソースを割いてこういう要素を入れてくるのが、セガらしいといった開発者の方々の遊び心を感じさせるのじゃよ。硬派な世界観を自分たちの手で相手崩して見せるといったところの深さじゃな。こういう一見どうでもいいところに手をかけてしまうのがセガだなぁと思うし、まさにわしがセガが好きな理由の一つなんじゃよ。それにしても、このエンディング曲はハードボイルド感があって本当にかっこよいな。やはり、セガには本作を何かの機会にこっそり復刻してほしいものじゃ。龍が如くのミニゲームとかに入れてもらえないじゃろうか。
ちゃんと最後のセリフもアニメバージョンなのじゃよ。というわけで、今回はこれまでじゃ。では、次回もよろしくな。